ます。初トルコです。特急はるか号に乗って快適に関空へ移動。最近はるかに乗ることが多い私たち。一度楽をすると抜け出せなくなりますね。先に簡単ですが、トルコの紹介です。トルコはとても広大な土地で、中央アナトリア地方に区分されるカッパドキアへ向かいます。トルコの主な産業は観光業で成り立っています。公用語はトルコ語です。トルコリラは不安定なので、お支払いはユーロとどちらがいいか確認しておいた方がいいかも。ラウンジではドリンクを飲んですぐ出る。ハナ国際線エコノミークラスに搭乗。上海プードン空港まで約2時間半のフライトです。機内食はチキン南蛮をいただきました。ハナはエコノミーでも十分なサービスです。さすが我らがアナ。毎度のことながら何回かトランジットをしますので、トランジット先の国の雰囲気もちょこっと楽しんでいただけたらと思います。上海プードン空港では一連の旅程での予約でも、一度入国して預け荷物受け取り、出国手続きが必要なケースが多いようです。中国なので厳重にチェックをしているのでしょう。今回もそのケースに該当したため、手続きに約1時間ほどかかりました。私たちが向かう先はご存知の通りラウンジです。第2ターミナル77番ゲート近くに分かりやすく案内が出ていました。このラウンジはプライオリティパスの提示で入ります。メロンがある。海外ってメロンの提供が多い気がする。日本ではメロンが高いからラウンジであまり見ませんよね。ベーコンポテトスープとパンプキンサゴソース。タピオカみたいなプチプチが入っています。デザート感覚のスープでしょうか。ヌードルスタンドがありました。壁に貼ってある3種類のメニューから選べます。私たちはネギ油そばのようなヌードルを注文。具材はセルフで盛り付けていくようです。ネギ油そばはとても美味しかったです。日本人も好きな味だと思います。ちょうどいい塩味。食べ終わった後は奥のゆったりできるソファー席で次のフライトまで待機します。シンガポール航空エコノミークラスに搭乗。以前はシンガポール航空のビジネスに乗りましたが、それ以来シンガポール航空が好きになったので、次はエコノミーに乗ってみます。なんとエコノミークラスでワインがいただけるのですね。私が選んだ機内食はポーク、プルコギみたいですね。夫はチキン、お米はなく、マッシュポテトが1/3入っていました。ワインが飲めるのもすごいと思ったのに、食後のデザートになんと、カッチカチのジャイアントコーンみたいなのが出てきた。これは嬉しい。美味しかったし、嬉しいサプライズでした。実はシンガポールで全泊します。レベル4にあるみたい。サトウキビジュースがある。あまり体力を消耗したくなかったので、チャンギ空港ジュエル内のホテルを選びました。
寝るだけですし、ジュエル内はたくさんのお店があるので便利ですよね。小さいホテルですが、ジムとシャワールームがありました。ちゃんとしたジムでした。しかし、ここで長期滞在する人はいるのか。タオルも水もある。そしてお部屋です。すごい。こんな感じなんですね。シンガポールチャンギ空港隣接のジュエル内にあり、トランジットホテルとして大変便利。プレミアムクイーン10平米。ベッド下にはキャリーケースの収納ができます。デスクは折りたたみ式。小さな収納満載。興奮して電気をつけてなかった。大変コンパクトなお部屋ですが、寝るだけなので問題なし。ベッドエリアは清潔感があり、スペースも申し分ない。歯ブラシとドライヤーもあります。窓はないのですが、寝る際は真っ暗な状態で寝られるし、とても静かだったので個人的に最高でした。見て見て。ベッドはリクライニングするんですよ。コンパクトなお部屋なので、ところどころ収納に工夫が施されています。宿泊者は簡単なラウンジと朝食利用が可能です。パンとコーヒーくらいですが、節約旅をするにはいいかも。このラウンジ兼朝食会場から人工滝が見れます。ホテルの目の前にはあの人工滝があるので、一致抜群です。これはウェルカムドリンク。必要なものは揃っており必要十分。と思っていたら、毎回海外へ行く際に持っていくビーチサンダルを忘れた。ヨーテルホテルにスリッパがなかったので、ジュエル内で購入してきました。どこで B さんが安く手に入るだろうと思って歩いていたらあまりなく、無事にたどり着きました。しかし、地下のマートでもっと安く買えたのでちょっと悔しい。夜食にベンガワンソロでスイーツを買ってきた。X にはリアルタイムで発信しているのでよかったら見てね。時計回りにパンダンリーフを使用したシフォンケーキ。パンダンリーフを使用した甘じょっぱいロールケーキ。ナッツが入ったパウンドケーキ。ヌレバームクーヘンって感じのクエラピス。ただいま22時30分。この時間には完全にレーンボルテックスが止まっていました。現時点では22時までの営業のようです。水が流れていなくても綺麗。本日はこれにて就寝。ヨーテルホテルの朝食はこんな感じ。マフィン、パン、ミルクなど。ここは検疫後の第一ターミナル。人気店が並んでいますね。テンションが上がる店の外装です。次はチャンギ空港内のラウンジを2つ紹介します。クリスタルジェードに1区で中国江南省長江南部の料理がいただけます。プライオリティパス利用で3種類のコンボメニューから選択可能。朝食としてコンボ A とコンボ B を注文しました。
牛肉麺はあっさりしていました。朝だから。担々麺は少し辛かったようです。お次は丸幅ラウンジ。先ほどのクリスタルジェードの向かいにありますよ。こちらもプライオリティパスで利用可能だったので入ってみました。落ち着いた内装なので居心地がいいです。カップ麺やパン、シリアル、リンゴ、チキンソーセージにパンケーキ。これはジャパニーズ牛丼らしい。チョコレートドリンクが作れるのでしょうか。食事は時間帯によると思うので、違う時間にはまた違ったメニューが並ぶかも。ここからトルコに向けていざ出発です。シンガポールからイスタンブールまで約11時間のフライトです。ここでトラブル。私の席のモニターが運悪く、動作不良。電源がつきません。モニターがつかないと CA さんに3回ほど伝えてやっとついたと思ったら、次はイヤホンから音が聞こえず、当たりを引きすぎて困る。ハンター。機内食はチキンをチョイス。カレー味だ。サラダにビーツがある。ビーツ大好きなので嬉しいです。もう一つはパスタ。私の個人的な好みなのですが、ペンネってあまり食べた気がしない。こんな可愛いトラベルポーチをいただきました。4種類くらいのデザインがあるみたい。アイマスクとデンタルキットと耳栓。真っ赤っかな靴下とスリッパ。キャレーあたりで客同士や CA と談笑しているのをよく見ました。もしかしてトルコ人っておしゃべり好き。こういう誰とでも気軽に話せるのは素敵。そしてやっと朝食を迎えます。チーズ入りのスクランブルエッグおいしい。パンケーキの周りにあるソースがめっちゃ美味しかったんですが、てかパンケーキにパンはいらんくないと思いつつも、トルコのパンは美味しかったです。さてさて、問題が発生しました。イスタンブール空港に到着したらすぐにカッパドキア行きの国内線に乗り換えないといけないのですが、遅延しているようです。今日中にカッパドキア行きに乗らないと翌朝の気球ツアーすべての予定が狂います。なんとか間に合った。チーズ、パプリカ、オリーブを挟んだ駅メッキです。ターキッシュ航空国内線で1時間20分のフライト。イスタンブール空港からカッパドキア空港に到着。地方の小さい空港です。とりあえず明日のアクティビティはなんとかなりそうだ。だが、しかし、預け荷物がいつまで経っても出てこず。ロストバゲージ。陽気で親切そうなスタッフが、翌日午前中にホテルに届けるとのこと。なんとかこの日泊まるホテルに到着。すごく素敵なホテルですね。このホテルは山側にあるため、狭い坂道を猛スピードで駆け上がる。簡単にですが、リバンケーブハウスの客室をいくつか紹介します。妖精の煙突のお部屋があります。猫ちゃん。それでは本日のお部屋です。猫ちゃんがついてくる。暖かい部屋に入りたいのでしょうか。私たちが泊まるお部屋タイプはスタンダードスイート44平米です。残念ながら妖精の煙突の部屋は予約が埋まっていたので、こちらのお部屋で。サント毛布が置いてあります。10月のトルコの朝晩はとても寒いです。日中で日差しの出ているところはとても暑かったです。スリッパがある。続いて
ウェットエリア。ほう、とってもかわいい。トイレもここにありました。ドライヤーがありましたが、ちょいちょい止まる。特にはシャワールームがありました。アメニティが可愛くまとめられています。ここにも洗面台。冷蔵庫もありますよ。ルーフトップも見てみますか。カラフルな絨毯が敷き詰められています。明日の気球ツアーが早朝なので温まって早く寝ます。翌朝、ホテル受付で予約していたツアーバスに乗り込みます。全員集まらずしばらく待機。ここからは気球ツアーの様子をご覧ください。まだ暗くて寒い中、気球の熱の迫力と火炎で少し温まる。ホテルの方によると、ハマりに安いツアーは気球運転技術が未熟で安全性に不安があったり、気球フライトが密集する場所から離れた場所で飛ぶため、思っていた綺麗な風景が撮れないなど問題があるようです。あんなギリギリまで低空飛行できるなんて、なかなかの攻める運転。他の気球の運転者はかなりの熟練者。ご来光を。空の移り変わりはもちろんのこと、世界遺産を空から眺められるなんてとても素敵な経験ですね。ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群は噴火遺産と自然遺産の両方を満たす数少ない複合遺産です。実は昔々カッパドキアは広大な内海でした。内海が干上がると山の民が降りてきて住み着いたそう。近くにてウズ湖という塩湖があるのですが、これはこの辺りが昔内海だった名残です。ヘルジエス山とハッサン山が噴火を重ね、火山灰が覆った地に何百万年と風や雨に侵食されて奇岩地域が出来上がりました。キノコ岩や妖精の煙突が有名ですね。カッパドキアはまさに自然が作り出した芸術と長い歴史の中で紡いできた宗教的歴史、文化的な人々の営みがたっぷり詰まった地です。
白い渓谷美しいですね。1時間の飛行はとてもいい経験でした。まさにプライスレスな体験。一度に近距離でこんなに多くの気球を飛ばすなんて、安全重視の日本ではなかなか見ることができない光景なのではないでしょうか。気球ツアーが終わると、ワインの名産でもあるカッパドキアでワインをと行きたいところですが、無事に帰着できたのでジュースで乾杯。シャンベリーみたいなやつ。Okay, how about those flights? Amazing! You enjoy? Yes! カッパドキアって美しい馬の国っていう意味なんですよ。古代名馬の産地だったことからその名がついたそう。そう言いつつ写真を載せたのはラクダ。パイロットの名前の入った乗船証明が配られました。ホテルに戻ってお風呂で冷えた体を温めます。忘れていると思いますが、ロストバゲージで服がありません。買いに行く時間もなく、パンツは裏表前後ですかね。なんちゃって。ではルーフトップから見たバージョンもどうぞ。徳が気球のスタート地点なのですね。早起きをした気球鑑賞組が温かいコーヒー片手に見に来ていました。空が明るくなってきました。気球ツアーは毎日再考していますが、必ず飛ぶわけではありません。気候などの条件により、政府が厳格に飛行の可否かを決定しているらしいです。4から11月は比較的飛行できる確率が高いベストシーズン。その時期を外すと費用も安くなりますが、当日飛ぶ確率も低くなるらしいです。ホテルの方が教えてくれました。この350の部屋はフェアリーチムニールーム。このホテルは受付やスタッフの方みんな親切でした。清潔感もあって良き。ホテルフロントはこんな素敵空間。ここで朝コーヒーを飲めたら最高。ホテル朝食を食べに行きましょう。ハムやチーズ、ドライフルーツ、生のフルーツが豊富だった印象。野菜はシンプルに炒めたものや煮込みが多かったような気がします。素材を生かした料理。気持ちのいいカッパドキアの空の下でいただこうと思っていたら、私たちの食事を狙いにスズメやミツバチがやってくる。スズメは何回か注意したら私たちが去るのをじっと見ているのですが、ミツバチは主体性を感じますね。何度もこっちに来る。トルコは蜂蜜がよく取れるんですよ。次はラクダツアーです。カッパドキアといえば馬じゃないのと言われるかもしれませんが、複合遺産をラクダに乗ってみるのも良くない。ラクダって可愛いけど結構匂う。ラクダの唇がセクシー。
Majeza. Ala. ラクダ使いのおじさんの口笛一つで立ち上がるのすごい。ラクダ怒ってる。これ体幹めっちゃ鍛えられる。最初安定しなくて怖かった。レッドバレーまでの往復散歩です。ちなみにまだ荷物は届いていないので、機内で楽に過ごせる服装と地味。ホテルにチャットしてみてもそれらしきものは届いていないって。すっぴんだし。日差しが強かったので暑かったです。キャップとサングラス必須。ラクダってとてもおとなしい。ラクダ使いはラクダだけじゃなく、動画撮影や写真を撮るのも上手。崖の際で写真撮るの怖かったです。ラクダツアーも良かったのですが、気になるところで降りることはできないので、体力がある方はハイキングに参加してみてください。奇岩、教会、洞窟などを見ることができます。最後にミュージックビデオみたいな動画を撮ってくれました。一仕事が終わってご機嫌なラクダ。ありがとう。ラクダに乗るときは落ちないように気をつけてください。夕食は参加型のショーを見ながらお食事できるというところに参加してみた。結構ホテルから離れたところにあるレストランです。率直に言うとパリピの集まるレストランです。20時ホテルピックアップの24時終了です。トルコ伝統のダンスを見るとか、踊りに来いと誘ってきます。ムカデになってみんなで外に出るらしい。そして外でキャンプファイヤーをして踊る。途中で帰りたくてもこの辺りはグラブタクシーはいなかったのでご注意を。この日はまだ荷物が届いていませんでした。イライラマックス。これはいよいよ裏表前後か。ホテルに着いたら部屋の前で寝ている猫ちゃんに癒された。おやすみ猫ちゃん。この日はホテル移動です。カッパドキアの洞窟ホテルって偽の洞窟ホテルが混じっているんですよ。ここアンバーケーブスイーツはリアルケーブホテルです。ここには7つの洞窟部屋と4つの石造りの部屋があります。ついにロストバゲージした荷物が戻ってきました。昨日泊まったホテルから連絡がありました。ホテルの前に置いてあったそうです。ムキー。なんて可愛いホテルなんだ。スイートジェットバスバレービュー35平米キングベッド。私たちが泊まるお部屋はムーンライト。この壁のくぼみは鳩小屋でした。昔、鳩の糞は農作物の肥料として重宝されていたようです。ワインや小麦、作物を作るのに適していたとか。伝書鳩としても大活躍していた鳩ポッポ。要塞のお城みたいな雰囲気。ミステリアスな雰囲気で素敵です。不思議なのですが、外はとても寒かったのですが、部屋に入ると暖房をつけていないのに暖かい。バルコニーは隣のホテルの宿泊者とこんにちはをしてしまう距離感だったので利用せず。200年以上の歴史あるお部屋に泊まれて感無量です。ゆっくり寝ているつもりだったのに想定外の音で起こされました。犯人はアザーン。実はこのホテルの近くにミナレットがあったのです。アザーンとはイスラム教において礼拝する時間を知らせる人の声。ミナレットという細長い塔にスピーカーが設置されています。5時頃に鳴り出した。音で二度寝できなかったので
この際気球を眺めることに。気球のスタート地点から近いホテル。このホテルにはルーフトップはありませんが、階段の踊り場に素敵な椅子がセットされています。こんな素敵な光景を見られるなんて感動です。まさにプライスレスな経験。ワンコに朝の挨拶をしてきますね。おはよう。朝早くアザーンに起こされてお腹が空いたので朝食を食べに行きましょう。食材は地元食材を使っており、オーガニックベースの朝食を堪能できます。1日目に泊まったホテルと似た料理が多いですね。トルコの定番伝統料理なのでしょう。トルコ語でパンはエキメッキ。変わった機械ですね。タンクの上にポットが2つ置けるようになっています。トルコ茶はとても濃い紅茶って感じです。ここに来てびっくりしたのが、フルーツがとてつもなく美味しい。サクロもメロンも一つ一つがビッグサイズ。この人参とディルとヨーグルトを和えた料理が美味しい。メロンおかわり。トレメ市街地に繰り出してみましょう。さっくりした地図ですが、私たちが泊まっているホテルはここ。この町には主に土産物やコンビニ、絨毯やレストランが並んでいます。薬局もありました。街中にもズドンと奇岩があり大迫力。ロストバゲージした際に下着や服を購入したお店があるので紹介させてください。子供から大人の服が揃っています。アクティビティでトレッキングやハイキングがあるせいか、唯一この辺りでちゃんとしたアウトドア用品が揃っているお店です。店員さんが可愛くて接客が良くて癒されたお店です。絨毯屋が多い。綺麗ですね。ここはショールや寝具が売っていました。トルコっぽいデザイン。色鮮やかなポーチやアクセサリーもたくさん売られています。ここはトルコ産のリネンとコットンを使った寝具店です。おしゃれカフェも併設してますよ。道をさまよっていたらアラジンの世界に入ったような空間に出た。夜のグルメ市街はこんな雰囲気。この通り沿いにあるクッションカバー屋さんかわいいです。店頭でメニューを見ていると声をかけられ、まずかったらお代はいらないよと言われました。
それだけ自信があるのだろうと思いこのお店に決定。このギョレメの祈願のようなものはツボケバブです。店員さんが黒い部分をハンマーでコンコンして取ってくれます。素材の味を生かしたさっぱりした味付けでした。ツボケバブは熱々で舌をやけどしそう。美味しくゆっくりいただいたのでお代は払いました。犬も猫も適度な距離を保って近づいてきた。お利口さんですね。レストランが結構あって悩まれるかと思いますが、直感で入ってみるのもあり。このレストランも気になってたんだよな。トルコ料理が一通り揃っている感じがしました。ショーケースのスイーツに惹かれてしまった。バクラバはパイ生地とピスタチオにバターシロップをかけたスイーツ。かつて世界一甘いスイーツの異名を持ったことのあるトルコの伝統菓子です。カトメルとはギーを塗った小麦生地にピスタチオやクロテッドクリームを挟んで砂糖でまぶした後に四角に折りたたんでバターで焼き上げたお菓子です。クレープみたいなポジションでしょうか。ケネフェとはクリームチーズをガダイフで挟んで揚げた後シロップをかけたお菓子。ガダイフとは小麦を細麺状にした生地のことです。焼き上がるのに20分かかるけどとても美味しいらしいです。トルコ人は甘党なんですね。以上、背徳スイーツたちでした。甘かった。ホテルに帰る途中、良さげなお店発見。ファミリーワインハウスってことはワインが豊富なのかな。トルコではアナトリア地方で紀元前4000年前からワインが作られており、ワイン発祥の地の一つとなっています。坂が多く暑かったので休憩したくて入ってみました。トルコ茶とイチジクとお店特製のクリームを添えて。このお店は店員に声をかけて着席するか下に降りて注文をしに行かないと一生何も出てきません。ギョレメから車で約1時間で空港に到着します。当初から運転荒いなぁと思っていたらツアー客を乗せたバスが横転したとニュースでやっていました。シートベルトはした方がいいと思います。この空港はカッパドキアに着いた時と別のもう一つの空港です。エブシェヒル空港より本数が多いのですが、ギョレメから若干遠いです。保安検査に入ってからはコンビニやショップはここしか見当たらなかった。高すぎて買えませんでした。またこのパンが出るのか。国内線はこのパンが定番なのでしょう。もっとカッパドキアを満喫しておけばよかったのに、欲が出てイスタンブールに向かっております。モスクが見えますよ。PRK 部に泊まるメリットデメリット、カッパドキアで体験したいことをまとめてみました。10月のカッパドキアは朝晩はとても寒い。日中は日差しの出ているところは暑いのですが、日陰に入ると寒くて温度調節が難しかった。いいねやチャンネル登録で応援してね。ご視聴ありがとうございました。